はようございます。ケンです。昨日のテスラ株の値動き見ましたでしょうか？終値ベースで前日からおよそ 4% の下落となりました。そして今朝も下落し、なんとか現在400ドルを保っている状態です。では、この下落、一体何が起きたのか？まず最初に結論からお伝えします。今回の下落はテスラの事業が根本から崩れたから起きた下落ではありません。短期的な悪材料が出たところにもともと売られやすい状態が重なって下落が大きく見えただけです。ではもう少し整理をしていきます。昨日市場が反応したポイントは大きく3つあります。1つ目が欧州での販売データ。2つ目がテスラ株のバリュエーションがもともと非常に高い水準にあったこと。そして3つ目は株式市場全体の地合いです。この3つが同時に重なったことで下落が加速したという構図になります。では一つずつ見ていきましょう。まず1つ目です。欧州での販売データです。特に注目されたのがイギリスの1月のテスラの新車販売台数です。前年同月比で約 57% の減少。数字だけを見るとかなりインパクトがあります。ここで大事になってくるのが EV 市場全体が崩れているのか、テスラだけが弱いのか、この違いです。報道を見るとイギリスの EV 市場全体はそこまで大きく落ち込んでいません。小幅な減少にとどまっています。つまり EV が売れていないっていうよりもテスラの販売が相対的に弱かったという見え方になります。さらに欧州の他の国でもテスラの販売は大きく落ちています。ノルウェー、オランダ、フランスなど主要国で2桁から場合によっては 50% 以上の減少というのも出てきているようです。このデータが出てきたことで市場では欧州でテスラの競争力が落ちているのではないかという連想が一気に広がりました。株式市場っていうのは事実そのものよりもそこから生まれるストーリーでも動いていきます。今回の場合は欧州で販売が落ちる、そういったところから中国メーカーにシェアを奪われているのでは、元々の既存メーカーがどんどん伸びてきているのではということからも成長ストーリーが今後鈍るんじゃないかっていう連想が起きているということになります。では次は2つ目のポイントです。テスラ株のバリュエーションです。テスラ株は現在の株価水準で見ると PER でおよそ300倍から400倍という非常に高い水準にあります。これはどういう意味なのかと言いますと、市場は今の利益ではなくって将来ものすごく成長する会社としてテスラを評価しているということになります。成長期待が大きい株ほどいいニュースが出ると大きく上がります。一方で少しでも悪いニュースが出ると一気に売られます。イメージとしてはガラス細工のような株価です。普段はキラキラして見えますが、ちょっとした衝撃でひびが入ります。今回の場合、欧州で販売が落ちたっていうニュースがこの高すぎる期待にひびを入れる役割を果たしました。すると何が起きるのか、短期トレーダーがまず売ります。含み益が出ていた投資家が一旦利確しようとして売ります。アルゴリズム取引が自動で売りを出します。こうして売りが売りを呼ぶ状態になります。つまり、欧州の販売データと高すぎるバリュエーション、この組み合わせが下落、これを大きくしていったということになります。そして3つ目のポイントです。株式市場全体の地合いです。当日はテスラだけが売られたわけではありません。アメリカのテック株全体がやや難聴でした。大型グロース株に対して利益確定の売りが出やすい局面でした。こういう地合いの時は悪材料が出た銘柄が真っ先に売られます。逆に言えば、もし市場全体が強い上昇トレンドの中であれば、同じニュースでも下落は 1% 程度で済んでいた可能性っていうのもあります。つまり、今回の下落っていうのは、悪材料が出た、もともと割高だった、そしてそこに地合いも悪かったっていう、この3拍子が揃った結果なんです。ここで一番大事なお話をしていきます。販売台数とテスラの企業価値っていうのはイコールではありません。テスラは
単なる EV メーカーではありません。今は AI とロボティクスの会社に変わりつつあります。テスラが本気で取りに行っている領域っていうのは、完全自動運転、ロボタクシー、ヒューマノイドロボット、AI のインフラ、このあたり、もう皆さんも同じ認識だと思います。なので、これらが実現した時の市場規模っていうのは、自動車の販売とは比較にならないほど大きいんです。今回の下落で FSD の開発が止まりましたか？ロボタクシー計画が白紙になりましたか？オプティマスが計画もなくなりましたか？そういうことは何も起きていません。つまり短期の販売データは揺れました。しかし長期のストーリーっていうのは何も変わってはいません。投資で一番やってはいけないのは短期ノイズを見て長期の判断を変えるということになります。短期で見るなら株価は上下します。上がる日もあれば下がる日もあります。特にテスラはもともとこれが激しい銘柄です。しかし長期で見るなら見るべきものはシンプルです。テスラが自動運転を実用化できるのか、ロボタクシーを事業化できるのか、ロボットを量産できるのか、この3つです。今回の下落っていうのはテスラが終わったサインではありません。テスラが壊れたサインでもないんです。短期の悪材料に対して株価が調整しただけです。こういう場面で大切なのは恐怖で判断をしないことです。ストーリーで判断をしていくんです。実際に僕のところに最高の買い場がまた来たねっていう声がいくつか来ています。長期的に見ている人にとっては久しぶりの買い場が来たということになりますね。ただ個人的にはここはもう少し様子を見た方がいいのかもしれないなと思ってはいます。というのも暗号資産の市場が大きく下落しています。ビットコインが7万ドルを割ってきたので、これは下落トレンドに入った可能性が高いと思います。テック株と暗号資産は連動する可能性があるという情報もありましたので、もう少し様子を見るっていうのも一つの戦略かもしれないなと思っております。なので今っていうのはご自身でさあどうするのか戦略を立てる時じゃないかなって思います。皆さんはどんな戦略を立てますか？よかったらコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。さて、今中古の取り扱いをしていますが、この中古テスラで今のサービスっていうのは続けていくんですけれども、それにプラスして今僕はボクシブと協力してやっています。ボクシブの場合はバッテリーの状態もわかりますし、写真なども撮られていますので、車の状態っていうのがわかりやすいです。ただ、欠点としては数がそんなにないっていうのがあります。一方で僕は中古テスラ情報、特にオークションでの情報をお渡ししています。こちらは在庫としては持っていないんですけれども、数はあります。なので僕のところか、ボクシブで中古テスラを買われるのがいいんじゃないかなと思います。そして今日なんですけれども、ハードウェア4のモデル Y が紹介できるかもしれません。ハードウェア4かどうかっていう決定的なところを今確認しているところではありますけれども、多分ハードウェア4じゃないかなと思います。そして関東在住の方限定にはなってしまいますけれども、ご自身のテスラを売って新しいテスラを買おうかなと思われている方は、そんな方にはボクシブのライトニング、こちらで車を売られてみてはどうでしょうか。ボクシブの中古売買に関しては詳細を概要欄に記載していますので、興味のある方はぜひね、そちらの方をご覧になられてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。